札幌にある森彦のカフェ全9店舗を回ってきました。今回はそのうちの4つをご紹介します。東西線丸山公園駅から徒歩4分の細い裏路地にある古民家が森彦です。1996年にオープンした森彦は2階建ての築70年以上になる木造民家で、創業者の市川さんの手で約3年かけて改装されたそうです。コーヒー代は入場料と市川さんが言っているように、森彦は空間にこだわりを持って作られています。私たちが座ったのは1階の窓際の大きいテーブル席です。誰もが懐かしいなぁと感じられるような雰囲気で、お店にいるというよりも誰かの家に遊びに来ているような感じがして、すごく落ち着くことができます。コーヒーは一つ一つネルドリップで丁寧に入れられています。私たちが頼んだのは森彦本店の限定ブレンド森のしずくと季節のコーヒーノエル、そしてパティシエ自家製の森彦名物ガトーフロマージュです。ケーキとドリンクを一緒に頼むと100円割引になります。森のしずくは口に含んだ瞬間は濃さを感じるんですけど、酸味は少なめで後味はほんのり甘い感じでした。いつ飲んでもほっと安心できるようなコーヒーだと思います。ノエルは苦味はありつつベリーの甘酸っぱい香りとナッツの香ばしさがあって、私にとってはすごく新鮮なコーヒーでした。ガトーフロマージュはスフレがとっても柔らかくて重すぎないので最後まで飽きのこないケーキです。一緒に飲んだノエルコーヒーとの相性がとっても良かったです。実は4年ほど前に来て座ったことがある2階の席にまた座ってみたいなと思って、後日またお店にお邪魔してきました。2階の窓側の奥の席に座ることができたんですけど、窓から外の景色を見たり吹き抜けになっているので1階のカウンターを覗いたり、また違った楽しみ方ができました。同じお店でも席によって全く違う雰囲気を楽しむことができるのもこのお店の特徴かなと思います。私たちがこの時頼んだのは森彦看板コーヒーナンバー2である中入りのマイルドブレンドとホットのカフェオレ、そして玄米餅の白いおしるこです。マイルドブレンドは苦味が少なくてとても優しい味で、ちょっと一息つきたい午後に飲みたいコーヒーだなと甘党が言っていました。カフェオレはたっぷり泡が乗っていて、コーヒーの深みとミルクの優しい味をどちらも楽しめる一杯でした。おしるこは白あんが優しい甘さで汁がとっても美味しかったです。このお餅が外はカリカリで中はもちもちなんですけど、粘り気がそんなに強すぎなくって、多分今まで食べたお餅の中で一番食べやすかったです。忙しくて一息つくのが難しいような時とか、時間を少しでも忘れて癒されたいなっていう時に来たいと思えるような素敵なお店です。アトリエ森彦は地下鉄東西線西11丁目駅から徒歩3分、市電中央区役所前駅徒歩1分の場所にあります。オープンしたのは1号店の森彦ができた10年後の2006年だそうです。8時から11時までのモーニングセットがすごく人気で、私たちが行った時も8時40分頃で満席でした。9時40分頃になると少し席が空いたので、少し時間をずらしていくのもいいかもしれないです。森彦の少し和な雰囲気とはまた違った洋な雰囲気を持つお店です。コーヒーの美術館というコンセプトがあって、
コーヒーとその空間、いる人たち、景色を楽しめるようなデザインになっています。私たちが今回座ったのはお店の右のキッチン前のカウンターです。モーニングセットは3種類のサンドの中から1つを選んで、飲み物も注文すると食べ物が200円引きになるのでお得ですよね。私たちが頼んだのはモーニングコーヒーとフルーツ&コーヒークリームサンド、そしてハーブチキンのケバブ風サンドです。モーニングコーヒーはフルーティーで苦味が少なめなのですごく飲みやすくて、後味がいちごの風味だったので、多分ボードに書かれていたスペシャリティコーヒーだったかなと思います。フルーツ&コーヒークリームサンドは季節によってこのフルーツが変わるんですが、今回はブドウと栗でした。このコーヒークリームが朝でも食べやすい甘すぎない味で、ちょっとかかっているシナモンの粉とも相性がとても良かったです。ハーブチキンのケバブ風サンドはハーブがとってもいい香りで、あっさりした味付けなので朝でも食べやすくてコーヒーにもすごく合っていました。空間作りについての雑誌などが棚にたくさん置いてあるので、好きなものを選んで読んだり、カウンターに落書き帳があったので前に来たお客さんのアートを楽しませてもらったり、自分たちも絵とメッセージを書いたりして楽しみました。南向きの大きい窓があるのでお店によく光が入って、雪が降ったり市電が前を通ったりするのを眺めながらゆっくりできるようなお店です。2011年にオープンした森彦3店舗目のプランテーション、地下鉄東西線菊水駅4番出口から徒歩10分の場所にあります。ボイラー工場をリノベーションして作られたレストラン型カフェです。入ってすぐに大きい焙煎機があって、実際に焙煎しているところも見ることができました。お店でコーヒーがカップに入って出てくる前の過程の一部をちょっと見ることができて、より森彦のコーヒーが身近に感じられる気がしました。1階にキッチンやカウンターがあって、店員さんが2階の席まで案内してくれます。最初はカウンターの席に座ったんですが、2名席が空いたので移動してもいいか店員さんに聞いて、その後奥の階段の下の席に案内していただきました。階段下にあるので他の人には見えていないような秘密基地のような感じと、キャンプをしているような雰囲気もあって、子供の頃のワクワクを思い出してすごく楽しめました。私たちが頼んだのはこのお店限定の喫茶店のナポリタンと森彦のプリンアラモードです。ナポリタンは濃いケチャップソースと分厚く切られたベーコン、そして太くて食感がもちもちしたスパゲッティがすごく美味しかったです。鉄板で出てくるので冷めてパサついてしまうことがなくって、ツルツルしたスパゲッティを最後まで楽しむことができました。純喫茶の定番メニュープリンアラモードはしっかり食感のあるプリンに生クリーム、バニラアイス、リンゴ、バナナ、キウイ、桃などいろんなフルーツが添えられています。甘いプリンと少し酸味のあるフルーツを一緒に食べるので、最後までくどくなることがなくって、あっという間に食べてしまいました。店内が暗いので昼でも夜でも天気も関係なくいつでも楽しめるお店です。自分だけの世界、自分たちだけの世界に入り込めるような空間でした。森彦蔦屋美しが丘店は地下鉄東宝線福住駅からバスで17分、歩いて1分の場所にあります。森彦が蔦屋美しが丘全館をプロデュースして
2016年9月にオープンしたそうです。TSUTAYA店内に入ってすぐ左に森彦の店舗があります。森彦でドリンクを注文すると、TSUTAYAの本すべて森彦店内に持ち込んで自由に読むことができます。館内の商品を1000円以上買ってレシートを見せるとドリンクが50円割引になるというサービスもあるみたいです。私たちは中央にあるソファー席に座りました。店内は金属の無機質さと木のテーブルや植物の温かみが同時に感じられるデザインで、植物が鉄の鎖にぶら下がっていたのが新鮮で印象的でした。森彦の隣にはフィリーズというパン屋さんがあって、買ったパンを森彦店内で食べることができます。私たちが頼んだのは美しが丘ブレンドとスノーホワイト、そしてフィリーズの森彦コーヒーカフェオレとパンオショコラも買って一緒に食べました。美しが丘ブレンドは酸味と苦味が控えめで、誰にとっても飲みやすい味です。スノーホワイトは名前と見た目からは甘い味を想像しますが、実はアーモンドの甘い香りはするんですが、味は甘さ控えめで香ばしい後味がするので、甘いパンとの相性もとても良かったです。丸山ジェラートというジェラート屋さんが向かいにあって、ここのジェラートも森彦店内に持ち込むことができるので、美味しいジェラートを食べて休憩しました。一つの店内に何種類ものカフェが入っているように感じるくらいいろんなデザインの席があるので、一回行っただけでは味わいきれないお店です。このお店はコーヒーと一緒に一日一人でここにいていいよというキャッチコピー通り、コーヒーを楽しみながら安心して何かに没頭できる素敵な空間でした。